皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。なかなか頑張ってるのにお顔が変わらないという方、もしかしたらここが原因かもしれません。そのポイントはズバリ憲法。憲法って何っていう方もね、いらっしゃると思うんですけど、憲法っていうのはこの肩先のここの部分なんですね。これは僧帽筋の一番終着地点で一番負荷がかかっているところでもあるんですけど、ここが硬くて痛い方、それがお顔を引っ張っちゃってる原因でもあるんですよ。ぜひ一緒に片側やってみてください。まずですね、探し方なんですけど、この鎖骨をずーっと辿っていくと、肩の先のこの骨にぶつかるポイントがあるんですね。ここですね。ここがその憲法の場所になります。ここの肩先の憲法、まずこの3本指で1分一緒にほぐしてみましょう。この肩の骨にグッと引っ掛けるように、ちょっと力をグッとね、入れて、ほぐしていきましょう。で、触ったりとか、この押して痛い方はね、かなりね、僧帽筋凝ってると思うんですよ。多分肩こりとかね、首こりもひどいんじゃないかなと思うんですけど、そういう方もね、ここをほぐしてあげるとね、一気に肩がふーっと楽になってくるので、おすすめです。あと30秒ぐらいですね。もうちょっと頑張りましょう。ですね。あまりね、こっちの手を上げすぎるとね、今度逆にこっちが凝ってきちゃうのでね、リラックスしてね、軽い感じで声をかかってね、やっていただいてもいいと思います。あと15秒ですね。これやってるだけでも、なんかちょっとこの肩周りの血流が良くなってきたなっていう方もいるかもしれません。はい、終わりました。今ね、ここの片側の憲法だけほぐしていただいたんですけど、わかりますか？この肩の高さが、こっち側がヒューッとね、こう下がってるのね、わかると思います。で、同時にですね、ちょっと顔をよーくね、見ていただきたいんですけど、この顔が今度こっちがめちゃめちゃね、上がってますね。この目の高さとかもね、だいぶ変わってますし、この耳の位置、わかります？こっちがね、耳たぶの場所。だいたい指1本分ぐらいね、耳も上がってるのがわかると思います。この憲法の1箇所をしっかりとほぐすだけでも、肩が下がって、そして緩んだ分、今度こう下に引っ張られてた顔がぐーっと今度持ち上がって、耳も上がって、そしてフェイスラインも上がって、目も上がって、お顔がすっきりしてますね。笑って見ても、すごくね、頬がお高くなって、口角が上がりやすくなってるのがわかると思います。ここ1点だけでも、これだけお顔変わるんですよ。で、さらにしっかりと背中とか首、ほぐしていきたいなと思ったら、憲法だけじゃなくて、今度はここの、ポコンってね、下を向くと出るこの骨の横、ここの骨の際をほぐしてあげるのと、あとそのままずーっと辿っていったこの頭の付け根、この僧帽筋の三角形、ここでしっかりとこの骨の際の癒着をね、こう取ってあげると、よりお顔が変わりやすくなってくると思います。で、ここを今ね、こう1分間こうやってほぐしたりとか、あとここもこうほぐしてっていう風にね、やるのは結構手もね、疲れちゃうし、あと毎日ね、やってると、どうしてもね、だんだんやらなくなってきちゃうと思うんですよね。ここの憲法、今手でほぐしていただいて、結構ね、変わったなっていう方もいると思うんですけど、もっと早く簡単に、そして効果的にね、やる方法があるんですよ。それが、この新しく出たフェイスポインターグラビティというね、ものなんですね。で、これは今までね、私が愛用している、このフェイスポインターのこの圧、バネの圧が 130% アップした顔だけじゃなくてこの首とか肩にも使えるフェイスポインターに、ね、なったんですよ。今この手でほぐしたこの憲法ですね。ちょっとこのフェイスポインターで10秒ほど押してみます。ずっと辿っていってこっちですね。ここを10秒。もしね、できる方はね、手で押していただいてもいいと思います。ね、はい、10秒押しました。今ね、10秒押しただけでも分かりますか？この手でやった時もね、結構肩下がったんですけど、たった10秒でさらに手でやったよりもね、肩が下がってるのがね、分かると思います。これだけね、しっかりとこのポインターのこの圧をかけることによって、手でやる以上にしっかりとね、筋肉の中まで入ってくれるので、たった10秒でも効果的にね、この筋膜リリースができるんですよ。こっちもね、もちろん肩が下がった分、ここのね、引っ張りが取れたので、耳が上がって、左右でね、同じぐらいの耳の場所になりました。
そして一緒にお顔もギューッと引き上がってるので、目の高さもね、さっきはこっちが上がってたのがだいたい同じになりましたね。手でしっかりと筋膜リリースをしてあげるっていうのもね、もちろん効果的なんですけど、より継続的に、そして早く、そして効果的にね、お顔を変えていきたい。そしてこの体の痛みとかね、硬さを取りたいっていう場合は、こういったね、道具を使ってあげるのも私はすごくおすすめです。でそういう時にどういう道具使おうかなってなった時に、いろんなね、道具がありますよね。電動の筋膜リリースガンとか、あとコロコロマッサージするやつとか、いろんなものがあるんですけど、その中でも私はね、一番皆さんに使ってもらいたいと思うのは、筋膜リリース器なんですね。で特にこういうピンポイントのこの骨と骨のところの癒着ですね。そこを取ってあげると筋肉全体の動きが良くなってくれるんですよ。なのでこういう筋肉全体をほぐすローラーとかではなくって、こういう骨のつなぎ目にピンポイントに入るもの、そういうのがね、一番効果的なんです。でそういう目的で作ったのがこのフェイスポインターなんですね。このフェイスポインターが今までお顔だけだったのが、この圧が強くなったことによって、この首とか、あとは肩とか、そういうところにもね、使えるようになったんですよ。こんな細い棒で手以上にほぐれるのって思うかもしれないんですけど、これがね、手以上にほぐれちゃうんですよ。で、なんでかっていうと、2つポイントがあって、1つはしっかりと筋肉まで届くようなこのバネの圧。これがね、めちゃくちゃもう何回もエコーで実験して計算され尽くされたバネの圧とこのロッドの太さなんですよ。これによってしっかりと圧が下の方まで入って筋肉がちゃんと動いてくれる。これが1つ目。2つ目に、この筋肉をほぐしたりとか、この動きを良くするためには、この筋肉のこの中ですね、この筋肉がくっついている始まりと終わり、この骨にくっついている部分、ここのね、硬いところを剥がしてあげる。動かしやすくしてあげると、ここ全体が動きやすくなるんですよ。で、くっついているところを剥がすのに、手でやるよりも、より効果的にピンポイントにしっかりとアプローチしてくれるのがこのフェイスポインターなんですね。なので手でやる以上により効果的に早くお顔が変わるんですよ。で、このフェイスポインターを使っている方の声でめちゃくちゃ多いのが、もちろん顔が変わったっていうのもそうなんですけど、首肩の凝りがなくなったとか、あと頭痛が良くなったっていう声もね、すっごい多いんですよ。で、それってお顔を変える過程でやっぱり首肩をね、やったりとか、この側頭筋をしっかり緩めたりっていうのが必須になってくるので、それで筋肉が硬いのを取っていけば、凝りはなくなるし、血流も良くなるので頭痛もね、良くなってくるっていうのはめちゃくちゃその通りなんですね。で、このフェイスポインターっていうのは、基本的にはお顔の中を中心に使っていくものだったんですけど、そういった頭痛とか首肩の凝り、そういうのも一緒に解決してあげたいなと思って、今回パワーアップしたのが、このフェイスポインターグラビティなんですね。なので今日やったポイント、この拳法とこの第7頸椎、このポコンって出た骨の横、そしてこのずーっと辿っていった首の付け根、この3箇所をもちろん手でやっていただいてもいいんですけど、今回これね、グラビティなんか良さそうだなと思って興味持っていただいた方は、ぜひ概要欄のね、オンラインショップから購入していただいて、一緒にここのね、首肩の凝り取りつつお顔をググッと上げていきましょう。こちらのクーポンコードも使えますので、ぜひ使ってください。